こんにちは、MD ジャックです。普段リモートワークなのですが、先週は連日横浜中心部での仕事だったので、先日の雪が案外積もらなくてよかったです。ハロー、ヒューマンモードミミです。雪だるまが作れるほど降らなかったのがちょっと残念だけど、お仕事の人は大変よね。ご苦労様です。愛は今回お休みです。さて、本題に入る前に、今朝気づいたというか、驚いたことがありまして、結構な数のコメントが来ていたんです。それが、2週間ぐらい前からのもので、お返事したものに対してさらに返信いただいたものだったりで、コメントは毎日チェックしているんですけど、多分、システム側の不具合でこちらで確認できなかったようなんです。反応が遅くなってしまって申し訳ありません。さて本題です。前々回の動画 CCA-BTX の追加の情報になります。交通機関内での通信安定性、プチ改造 0.78mm B ピンモデルでの主張を中心にお送りします。交通機関でやっと試すことができました。1時間ぐらいですが、バスや電車内、それに途切れやすい改札付近などですね。どの場所でも途切れる気配すらなく安定動作していました。接続するスマホの性能も関係すると思いますが、私の接続環境では全く途切れず使用できました。バス、電車内での使用はノイキャンのない BTX はやはり不利でした。最近発売になったサウンドピーツエアー3 Pro も持っていってノイキャンオンで聞き比べましたが、走行ノイズは低域がほとんど聞こえなくなり、バスはエンジン音がかすかに聞こえる程度で EV 車になったかのようでした。電車内でもエアー3 Pro のノイキャン性能の恩恵を十分受けることができ、音楽に没入することができました。BTX に付け替えると基本性能となる音の広がりなどは圧倒的に BTX がいいんですが、走行ノイズは気になりましたね。外でのバス、電車内での使用は多少音質面で譲っても機能性を重視し、ノイキャン搭載モデルを使用した方が結果は良かったです。徒歩やジョギングなどの場合は BTX で快適だったので、外では利用シーンに応じて使い分けようと思います。ホワイトノイズがほとんど気にならなかったナイス HCK-NX7M3 は 0.78mm B ピンタイプなので、接合部の形状が基本的に BTX には合わないんですが、BTX の接合部周辺がシリコンで多少押し込むことが可能ということもあり、浅めですが接続自体は可能でした。じゃあこのシリコン部がもうちょっと短かったらと思い、写真のようにちょっと切ってみたんですね。写真のモデルは TRN-V90 で接合部の突起が全くなくつなげない形だったんですが、これもつなげてしまい V90 をつないで通勤時の接続安定性のテストをしました。なので BTX で C ピンでも B ピンでもつなげるようになりました。物理的に手を加えるのは故障の対象外になることはもちろん、故障のリスクも伴うので、通常はこういうコンバーターを使った方がいいと思います。もし挑戦するにしても自己責任でお願いします。ここはミミーちゃんにお願いしたので結果を聞かせてくれる？はいはい、B ピン接続が可能になったので諦めていた3モデルをつないで視聴してみたの。詳細は上に表示した通りなのでご覧いただくとして、結果的にミミーはブレイバリーでの視聴が一番長かったので、それだけ印象が良かったってことね。ダイナミックドライバー2モデルに対しフル BA のブレイバリーは根本的に響き方に違いを感じたけど、それがとても良かったわ。この3モデルの中で T3 は1万円を切るコスパの良さが強み、オータムはチューニングベントによる音質調整の幅の広さに価値を感じる。さすがこのチャンネルでの2021年ランキングトップ3のモデルたちね。最後に有線接続との比較なんだけど、無線の場合は輪郭は残るけどディティールがそがれてしまう感じね。有線と無線接続の波形比較ではそれほど大きな変化はないけど、波形に出ない響き方の部分に変化があるわね。本来の響きの余裕から生まれるサウンドステージの広さや音の余韻なんかは2割から3割ぐらい減ってるなと。だからかな、奥行きの違いは大きいわね。まあ有線接続と同じなわけないから、そこまで再現するとなるとさらに上のモデルが必要になるんでしょうね。最終的にはそこまでしてワイヤレスで良い音を再現したい利用シーンがあるかどうかね。イヤホン本体と合わせて1万円切るぐらいでの組み合わせが一番 BTX の能力を活かせそうね。今年はブロンのモデルを2モデルレビューしてるけど、 BLMAX や BL07 はどちらも5000円以下で金額的にも BTX に合わせるといいわ。はい、ミミーちゃんありがとう。TRN-BT20S Pro でも聞いてみましたが、BT20S Pro の方が少し太めの質感で、改造感は BTX の方が高かった印象です。ブレイバリーの主張の時に特にそう感じました。わずかな違いですし、好みの問題なので、どちらかが優れているという風には捉えていません。ただ、ホワイトノイズは BT20S Pro の方が少し目立つ感じはしました。ということで、前回確認できなかったバス、電車での通信性能や B ピン接続によるお気に入りモデルを接続しての聞き比べでした。家での無線化の際は当面 BTX で大きな不満はなさそうです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録よろしくね。